あなたには閉鎖された空間で虐待を受けた人間の苦しみが想像できますか？遡ること78年前の1944年、アメリカのシアトルが今回の舞台。とある精神病院に一人の女性が入院していました。彼女の名前はフランシス・ファーマー。当時のハリウッドを代表する大女優でした。初めのうちは普通の入院生活を送っていた彼女だったんですが、次第にそれは地獄のような日々へと変わっていったんです。なぜなら人並み外れた美貌のフランシスは看守たちの歪んだ欲望の対象とされ、たびたび性的暴行を受けていたから。数年後に彼女は退院するんですが、その姿にかつてのファンたちは衝撃を受けます。なぜならその時フランシスは廃人同然になっていたんです。精神病院で虐待された大女優フランシス・ファーマー。時代を代表するハリウッドスターがなぜこのような境遇になってしまったのか。そこには10年間にも及ぶ転落劇があったんです。おざす。最近新宿中のカレー屋を巡ってるよ、ケンちゃんです。和製アンジェリーナ・ジョリー、闇みこです。本日皆様にご紹介するのはハリウッドを代表する大女優フランシス・ファーマーの悲劇の人生についてなんです。もうね、僕この話を知った時にはですね、昔の精神病院やべえなって思いましたもん。あんたが言うなら相当やばいんでしょうね。いや、なんで俺が言うのよ。まずはフランシスが精神病院に入れられるきっかけから見ていきたいと思います。無灯火で走る車。遡ること80年前の1942年10月19日、アメリカカリフォルニア州のサンタモニカが今回の舞台。当時は第二次世界大戦の最中、戦争の影響でサンタモニカの大部分は夜間は電気が止められていました。そんな暗い夜道を無灯火で走る1台の車が警察に呼び止められたところからこの話は始まります。運転手、出てきなさい。車の中から出てきたのは20代後半の美しい女性。そう、彼女こそ今回の主役、フランシス・ファーマー。早速フランシスは信じられない行動に出るんです。何よあんた、誰に口聞いてるか分かってんの？車から出てきた彼女はこう言って悪態をつき、さらにあろうことか警察に殴りかかったんです。やっちゃってんじゃないのこれ。もう絶対免停でしょこれ。やっちゃってるね、これはね。ちょっと酔っ払ってたみたいだよね。フランシスね。免停どころじゃもうすいませんよ。おまけに飲酒運転までしてたの、それ免停どころじゃないわね。一生車に乗らないでほしい。ずっと三輪車で生活したしよ。警察はフランシスを飲酒運転と公務執行妨害で現行犯逮捕。一晩投獄させた後$500の罰金を課しました。フランシスはその場で$250を払ったんですが、それ以上持ち合わせがなく、残りの$250は半年後の1943年の1月に支払う約束となりました。こうしてその場は釈放されたフランシスなんですが、その後も生活は荒れに荒れていたんです。彼女は毎日飲み歩き、昼間から酔っ払っていることも多かったようなんです。さらにある時フランシスは行きつけのバーで乱闘に巻き込まれました。どんなバーだよそこ。その直後にハリウッドの歓楽街を上半身裸の姿で駆け下りる姿も目撃されているんです。このようなすさんだ生活の中で以前の飲酒運転で受けた残りの罰金$250を無視し続けていました。そして1943年1月14日、とうとうフランシスは罰金を期日までに支払わなかったため再び逮捕。フランシスプッツンどころじゃないじゃないの。これ何がそんなやけくそなってんの。警察にね、殴りかかってますからね。こうフランシス・ファーマーがね、逮捕されたっていうのはもう全米のね、話題になってる。もう映画ファンも騒然っすよ。もうあの人がみたいな。もう最初からそんなやけくそキャラっていうかキレキャラみたいな感じじゃなかったのね。違うんですよ。フランシス・ファーマーは、映画の中では、おしとやかで清楚キャラだったんですよ。なのでね、もうファンはもうびっくりっすよ。もうやっちゃってるね。持ちネタ？ここからはね、なぜフランシス・ファーマーがあそこまですさんだ生活になって落ちぶれてしまったのか、そのきっかけ、そして原因を見ていきたいと思います。華々しい女優人生。遡ることおよそ109年前の1913年9月19日、アメリカ・ワシントン州シアトル。弁護士の父アーネストと栄養士をしていた母リリアンの間にフランシス・ファーマーは生まれました。兄弟は兄のウェズリーと妹のエディスの2人。家庭は比較的裕福だったんですが、子供たちが幼い頃から両親の喧嘩が絶えなかったそうなんです。そのためフランシスが4歳の頃から両親は別居。3人の兄弟は母親の元で育てられることになりました。父親とは離れてしまったものの、彼女は不幸な思いはしていなかったようなんです。
なんです。むしろ大学卒業までは順風満帆な日々を過ごしていました。というのも母リリアンは非常に教育熱心だったため、フランシスが幼いうちから歌とピアノを習わせていたんです。するとたちまちフランシスは頭角を現します。彼女はいわゆる絶対音感を持っていて、すぐに曲を覚えたそうで、周囲の大人たちからは神童と噂されていたんです。そんな噂されてみてえな。そしてフランシスが14歳の時には妹のエディスと一緒に地元の教会の舞台でオペラに出演したこともありました。その時の写真がこちら。これが後の大女優フランシス・ファーマーの初舞台となりました。その後ウエストシアトル高校に入学したフランシスは音楽や演技以外の才能も見せるようになります。彼女は高校入学後間もなくからディベートサークルと文芸サークルを掛け持ち、学校が発行する文芸誌に短編小説や詩を書いたり、学生新聞を執筆していたようなんです。16歳の時には哲学者ニーチェに啓発されて書いたエッセイ「神は死んだ」が全国的に有名な雑誌のコンテストで表彰されました。何でもできんな。さらに高校を卒業すると名門ワシントン大学に進学。大学在学中に大手新聞社が主催する作文コンテストに応募してグランプリを受賞したこともありました。こうした経験からフランシスは大学を卒業した後はジャーナリストになることを夢見ていたんです。しかし母リリアンにしつこく説得され、その道は諦めることに。リリアンが娘の進路にしつこく口を出したのはなぜなのか。実は母リリアンは昔女優になる夢を持っていました。その夢を娘に託していたんです。幼いフランシスに歌や演技を習わせていたのもそれが理由でした。つまりフランシスは母親の夢を背負って女優の道に進んだんです。本人がやりたければいいっすよね。そして1935年大学を卒業したフランシスは大手映画会社パラマウント社のオーディションを受けます。美貌だけではなく歌とピアノに演技、おまけに文学の才能まで持ち合わせていた彼女は一度のオーディションで見事契約を勝ち取りました。そして翌年の1936年には家族一連隊で初の映画出演。 B 級映画ではあったんですが、いきなり主演女優という華々しいデビューを果たしたんです。その後3作目の主演映画大自然の外貨が大ヒット。批評家たちからグレタ・ガルボの再来と絶賛され、一躍人気女優となったんです。グレタ・ガルボって言われてもさ全然わかんないんだけど、今で例えると何の今で言うとですね、エマ・ストーンとかアンジョリーナ・ジョリー。アンジェリーナね。アンジェリージョリジョリしてんじゃん。まあ令和の吉永小百合が俺らも世代じゃないんでもうちょっと最近の人で例えなさいよ。最近なんだろうね。あんたの好きな女優でもいいじゃん。女優好きじゃないもん。女優とかバンドマンとか特定のグループとかを好きにならないな。そうなんか女優さんをなんかハマることはないわけね。ないね、マジで。いやだから逆にね、皆さんの中でね、アンコのファンって言ってくださる方いる。まあ嬉しいわね。めちゃくちゃ嬉しいですよ。これ風になる人って相当こう心が透き通ってるんですよ。あなたドブみたいな心。ドブオだよ。ドブオなの。ドブオだよ。私はドブコだよ。そのままじゃない。こうしてあっという間にハリウッドのトップ女優となったフランシス・ファーマー。しかし華々しい生活も長くは続きませんでした。なぜならフランシスはハリウッドのキャスティングに不満を抱いていたから。というのも当時のハリウッドは容姿が良ければ演技などどうでもいいという制作スタイルをとっていたんです。ぶっ飛んでんな。演技派を志していたフランシスはそんなハリウッドのやり方に次第に嫌気がさしていくんです。そこで彼女はブロードウェイに活躍の場を求めニューヨークに拠点を移しました。この決断は理想を求めてのことだったんですが、それが長い転落劇の始まりになろうとは夢にも思っていなかったんです。めちゃくちゃ順風満帆だったのにめっちゃもったいないじゃないの。私だったらちょっと我慢して仕事しちゃうと思うけどな。この時代はですね、映画会社の重役の接待させられたりとかね、話題作りのためにね、男性映画スターとデートさせられたりね、もうはちゃめちゃな時代ですよ、もう今となって。今でももしかしたらあるんじゃないの。たまにニュースになってますね。映画監督が最近女性にセクハラしたとかね。自分の立場とかね、利害関係をもとに相手に強要するってもうしょうもないですよね。昔も今も最低よ。ニューヨークに拠点を移して間もなくのこと、フランシスは出演した舞台ゴールデンボーイの劇作家クリフォード・オデッツと男女の関係になりました。しかし実はクリフォードもフランシスもどちらも既婚者。最低だな。関係は長くは続かず、互いの家庭を崩壊させた末に2人は別れることに。だろうな。さらにその頃は所属するパラマウントとの関係も冷え切っており、女優の仕事も少なくなっていました。そんな公私ともにうまくいかない日々の中で、フランシスはアルコールに依存するようになってしまうんです。それと同時にフランシスの素行はひどくなりました。そして1942年には新作映画のリハーサルをすっぽかしたことでパラマウント社を解雇。そうして女優の仕事を失ったフランシスは昼間でも酒に頼るようになり、破滅の道をたどっていくんです。不倫は良くないんだけど、ちょっとこれ私は同情しちゃうわよ。なんか時代によるね、価値観の違いはあったりせよね。なんかそもそもハリウッドのセクハラ体質っていうところがもう根本的にね、問題なんですよ。
そして先ほども話したように1942年10月19日、フランシスは飲酒運転と公務執行妨害の容疑で逮捕されました。$500の罰金刑が課せられた彼女はその日のうちに$250を支払い、残りは180日以内に支払うことに決まったんです。ところがフランシスは罰金を無視し続け、1943年1月に再逮捕。翌朝に初公判が開かれたんですが、そこでもフランシスは終始悪態をついていました。裁判官からの質問にまともに答えることもなく、突然手元にあったインクの瓶を裁判官に投げつけたんです。裁判官何も悪くない。さらに裁判官に罵声を浴びせ、止めに入った警備員を蹴り飛ばしました。それによってフランシスには暴行罪と法廷侮辱罪で懲役6ヶ月の実刑判決が言い渡されました。刑務所入りは確実と見られたんですが、警察官をしていた義理の姉の口利きで刑務所への収監は逃れることができました。その代わりとして精神科病院に移送されることになったんです。いや、刑務所行かなかっただけでもよかったんじゃないの？まあそれがね、もうそうとも限らないんです。なんでよ。フランシス本人もね、家族もね、もう関係者の方もね、フランシスが刑務所に行かなくてよかったってこうね、胸をなで下ろしたんですけど、ここからが地獄の始まりなんです。地獄の入院生活。1942年10月、フランシス・ファーマーはロサンゼルス総合病院の精神科病棟に移送されました。そこで彼女は躁うつ病や統合失調症などの精神病の疑いがあると診断を受けるんです。そうして精神病院への入院が決まったんですが、当時の精神病院の環境はそれはもう最悪なものだったんです。まず病室はネズミが這い回るような劣悪なもの。そんな不潔な部屋で患者たちは手足を縛られ拘束されていました。さらに食事は1日1食のみ。夜になると無理やり氷風呂に入浴させられるそうなんです。そして最も最悪だったのがフランシスが受けた治療法。それは今では考えられないような非常に危険な方法だったんです。その治療法とは1927年にウィーンで著名な精神科医マンフレッド・ザーケルによって開発された治療法であるインシュリンショック療法なんです。というわけで本日のメトラキーワード、インシュリンショック療法については、インシュリンってなんか糖尿病の人血糖値下げるためにお腹に刺すやつでしょ？まさにね、そのインスリンを使った精神病の治療なんですが、それが本当に危険なものだったんです。インシュリンショック療法とは、かつて行われていた統合失調症の治療法の一つ。インシュリンを大量に注射することで強制的に低血糖によるショック状態を引き起こすという治療法。体への悪影響が非常に大きく、この治療法によって死亡した患者が相次ぎました。そのため現在では行われていないんです。しかしフランシス・ファーマーはこの危険な治療を繰り返し受けていました。死んじゃうような治療何回もやっちゃって大丈夫なの？全く大丈夫じゃなかったです。この後ね、フランシスは一生後遺症に苦しむことになるんです。フランシスの入院生活は1年ほど続きました。その間彼女は危険なインシュリンショック療法を90回以上も受けていたんです。そして1943年9月、インシュリンショック療法の危険性を知った母リリアンが病院に訴えかけ、フランシスを退院させます。退院したフランシスはシアトルにある母の家で安静にすることに。しかしその時のフランシスはかつての聡明な娘とはまるで別人でした。なぜならフランシスは事あるごとに母に反発し暴言を吐くようになっていたから。退院から1年ほどすると、フランシスとリリアンは喧嘩が絶えないようになっていました。初めのうちは言い争い程度で済んだんですが、次第にフランシスが母リリアンに暴行を働くようになったんです。そしてそれが原因でフランシスは再び精神病院に入院させられるんです。そうして彼女は地獄へと逆戻りしました。せっかく退院したのに何やってんの？そうなんですけどね、精神病院に逆戻りしたフランシスはインシュリンショック療法こそ受けることはなかったんですけど、また別の危険な治療法を受けさせられることになるんです。廃人にされた大女優。フランシスの自由な生活はわずか1年ほどしか続かず、母親の手によって精神病院に送り返されました。その後、約10年にわたり精神病院から入退院を繰り返す生活を送ったんです。その間、フランシスはインシュリンショック療法とは別の治療法を受けました。その一つが電気ショック療法。これは脳に低電圧の電流を流すことで精神疾患を治すというもの。治療効果は大きく、うつ病や精神病が治り、多くの患者が本来の姿を取り戻すんです。しかし、いい面ばかりではないんです。なぜなら、何度も電気ショック療法を受けた患者は物覚えが悪くなるなど記憶障害となる危険があるから。インシュリンショック療法や電気ショック療法という危険な治療を10年にわたり続けたフランシスは次第に廃人のようになってしまったんです。しかし地獄はそれだけではありませんでした。なんとフランシスは精神病院の看守たちから何度も性的暴行を受けていたんです。さらに晩年のフランシスは自伝にこう書いているんです。あの時私は排泄物を食べさせられた。最
最悪じゃない。患者を何だと思ってんの。しかも治療後のね、意識朦朧とした状態でやってるんで、もう虐待っていうかもう犯罪ですよね。この後フランシスは精神病が完治したとされるんですが、悲劇はまだまだ続くんです。フランシス・ファーマーは約10年間の地獄のような生活を経て、1953年に精神病の完治が認められました。5年ほど平穏な生活をした後、1950年代後半に女優業に復帰。数本のテレビドラマに出演し、テレビ番組の司会者も務めるほどに。しかし、長期にわたる危険な治療の後遺症で記憶障害が残っていたため、セリフを覚えることも困難になっていたんです。後遺症はそれだけではなく、脳の中心にある大脳辺縁系にも悪影響がありました。大脳辺縁系とは人間の感情を司る重要な部位。記憶障害でセリフを覚えることもままならず、感情表現もできなくなった人間に女優が務まるはずがありませんでした。こうしてフランシスはほどなくしてショービジネスの世界からお払い箱に。その後彼女は酒とタバコに頼るような自暴的な生活を再び送るようになり、体調を壊していきます。そして1970年の春、末期の食道がんと診断され、その年の8月1日、56歳の若さでこの世を去りました。フランシスの死から12年後の1982年、彼女の悲劇的人生を描いた映画、女優フランシスが公開されました。多少の脚色はあるものの、当時の精神病院の悲惨な実態が描かれているんです。